こんにちは、竹ライダーです。本日は川崎忍者 H2SX と ZH2 の違いを話していきます。2015年、川崎は H2 という名の怪物を世に放ちました。その機体にはスーパーチャージドエンジンが使われていたんですけど、これのツアラーモデルも作ろうぜということで開発されたのが忍者 H2SX。ついでに Z シリーズも同じやつ作ろうぜということで誕生したのが ZH2 であります。川崎重工のフラッグシップモデルであるこちらの2台、まずはスペックの違いから見ていきましょう。車体の大きさ、これはですね、忍者の方が大きいような気がします。 Z も相当ごついバイクなんですけど、忍者の方がより重厚感というか存在感があるような気はしますね。数字の通りかなって思います。例えるのであれば ZH2 は虎にまたがってるような感じ、忍者の方はシャチにまたがってるような感じですね。はい、車重はどちらも200キロ半ばです。忍者は車重通りの重量感やなって感じたんですけど、 Z は240キロにしては意外と軽快に扱えるような感覚でした。シート高はわずか10ミリの差ですが結構違うように感じましたね。僕は175センチの短足なんですけど、忍者の方は結構足つきも良かったですね。 Z の方は結構足つきが悪くて停止中はかなり不安を覚えました。どちらもバランス型スーパーチャージドエンジンが搭載されているんですが、 998cc 水冷4気筒エンジン、最高出力最大トルクともに同じ数値ですね。ラムエア加圧によって210馬力まで上昇します。数値が同じなんで競争したらどっちが速いんでしょうね。パワーウェイトレーシオを考えた時は Z の方が優秀ですけど、空力性能とかを考えたら忍者の方が優れているような気もします。燃費に関しまして Z はスポーツ寄りに作られていますので燃費悪いですね。よく食べてよく走るっていうね、獰猛なバイクでよろしい。忍者の方はさすが長距離向けのツアラーですね。リッタークラスで低地燃費28キロというのは1位2位を争うレベルです。航続距離もバッチリなんでツアラーを極めてますね。それぞれのバイクには SE モデルも存在します。大きな違いとしては電子制御サスペンションですね。ボタン操作で前後サスペンションの減衰力を調整するというものです。それ以外細かいのはキャリパーがブレンボ製とかそんな感じですね。車両価格は現時点でこんな感じです。実に70万以上の価格差が開いております。これはもう必然ですね。忍者の方はとにかく機能が多すぎる。 Z にはなくて忍者にはある機能とかアクセサリーを思いつく限り上げてみると、グリップヒーター、センタースタンド、スマートキー、それから前後にセンサーがついてますからアダプティブなクルーズコントロール、前方衝突警告、後方接近警告、ビークルホールドアシスト、タイヤモニタリングシステム、コーナリングライトなど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 、詳しくは試乗動画を見ていただきたいんですけど、本当に盛りだくさんです。 Z にも最低限パワーモードとかトラコン、 IMU、 あとは普通のクルコンとかもついてるんですけど、さすがに忍者はちょっと盛られすぎですね。いい言い方をすれば機能盛りだくさん、悪い言い方をすれば余計なもんつけすぎ。個人的な意見ですけど、ライダーの快適性を追い求めた結果というよりは、川崎さんがとにかく詰め込めるだけ詰め込みたかっただけなんかなっていう気もします。芸術作品としては最高だと思いますね。はい、簡単にスペックの違いはこんな感じでよろしいでしょうか。続きましては実際に乗ってみた感触を話していきます。パワーに関しての違いは特に言及することでもないかなって思います。どちらも化け物なんで、マジで楽しさよりも恐怖心が上回るバイクってなかなかないですよ。一定以上スロットルを開ければマジで死の淵が見えるんで、そこらの大型バイクの比じゃないパワーを備えてますから、なかなか貴重な経験ができました。レンタルして乗る方は本当に気をつけてください。はい、オーナーさんは尊敬します。サウンドに関してもこれもどっちがどうこうということはないですね。純正マフラーであれだけ破壊力のある音を奏でるというのはなかなかすごいです。どちらもいい意味で下品なサウンドでしたね。空ぶかしなんてしたらもう迷惑なレベルです。乗ってる身としては最高に楽しいですけどね。よかったらサウンドを聞いてください。走行中に空ぶかしするとキュルルルっていう吸気サウンドも聞こえるんですよ。これは H2 でしか味わえないですね。乗り心地は結構違いました。結論から言うと忍者の方が乗り心地は良かったです。ツアラーモデルなんでまあ普通かなって思いますけど、シートも柔らかくて自然にフルカウルの前傾姿勢っていう感じで、スクリーンもでっかくて体に風は当たらないし、車体はでっかいんですけどガチッと車体にしがみつきながら走っていける感じがすごい安心感ありました。頼もしいバイクだと思います。一方で Z はシートが高くて硬くて足つきが悪いしケツは痛くなる。硬いんですよね。なんかいろいろと乗ってて硬さを感じました。でも
もその代わり扱いやすいとも感じました。重さの割には軽快に車体を振ることができて、さすがそこはストリートファイター。意外とハンドルの絞り角もあって体も前傾しているので、速度を出すことを前提に設計されているなっていう感じがしました。取り回しとかを考えた時も扱いやすさでは忍者に勝ってると思います。乗り心地がいいのは忍者、扱いやすいのは Z っていうなんとも不思議な感想を抱きました。デザインの話をしていきましょう。僕は ZH2 の方がデザインは好きですね。ゴリゴリのストファイってかっこいいです。異論は認めません。ラムウェイや吸気ダクトの関係でネイキッドでありながらヘッドライトがフレームマウントなんですよ。つまりハンドルとヘッドライトの動きが連動していない、ハーフカウルみたいな感じですかね。しかも左右非対称のデザイン、横から見た時の流線とかかっこよすぎますよね。あとはエンジンや液パイをむき出しにして見せつけてる感じがすごくいいです。あのぶっとい液パイは見せつけてなんぼですからね。で、写真で見た感じ結構もさっとしたデザインに見えるんですけど、横から見た写真もありますよね。実物はこっちの方が近いです。意外とスリムなんですよね。もういつまででも眺めていられるぐらい僕は ZH2 のデザインは好きですね。忍者の方は結構ふっくらしたデザインですよね。僕はもう少し角張っててほしいので、 H2SX に関してはモデルチェンジする前のデザインの方が僕は好きでした。下まで伸びたカウルに緑の大きな爪、単眼、それが H2 の象徴だと思います。リアシートまでゴツゴツに厚みがあって、パニアケースとかスッと取り付けれる感じがいいですよね。忍者は本当に端から端まで完璧に仕上げてるっていう感じです。仮にですけど無印の H2 を選択肢に入れたら間違いなくあいつがぶっちぎりで1位ですよ。あれが一番かっこいい。これはもう絶対やろ。はい、ちょっと話せてない部分は多いかもしれないですけど、詳しくは本当に試乗動画を見てください。僕が最終的にどちらのバイクが欲しいかって言われたら ZH2 ですね。同じ値段だったとしても ZH2 ですね。理由はデザインに惚れ惚れするからです。バイクに対しては結構乗りやすさを重視する僕ですが、これに関してはデザインが勝ってしまいました。忍者の方よりも Z のなんか無敵のストファイ感がすごい所有欲を満たしてくれる気がします。それで浮いた70万でグリップヒーターを取り付けて、あとはシートをコンフォートシートに変えて、それからビッグスクーターでも買おうかな。まあそんな感じでパッと見て乗ってテンション上がる、そんなバイクに乗るのがいいかなって思います。 ZH2 の試乗は本当に楽しかったですね。皆さんはどちらのバイクが好みですか？本当にバイクもこのレベルになると実用性云々というよりはもう芸術作品ですよね。飾っときたいとか、もうそういう気持ちの方が大きいです。というわけで本日は川崎のフラッグシップモデルを比較していきました。細かく話し出したらキリがないので簡単な話しかしてないですが、なんとなくでも違いが伝わればいいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。